皆さんこんにちは。株式会社バンダイナムコスタジオの菅野正人です。イカロス出版 J ウィング編集部の鈴木と申します。軍事ジャーナリストの竹内治と申します。なんか前回2回3回と罰を出してしまったので、ちょっと今回ちょっとプレッシャー感じながら判定していこうかなと思います。早速なんですけれども、このノスフェラというのいきなり特徴について伺ってもよろしいですか？シリーズ初のオリジナルデザインのデルタ洋吹き、これが最大の特徴になります。背中の部分、背部にですね2つ大きなウェポンベイがありまして、この中からレールガンの並走ですとか ADMM と呼ばれる対地対空両用のマイクロミサイルがたくさん発射されたりして、そういったゲームプレイをしている時に外から見て分かりやすいギミックっていうものを心がけてデザインされたものです。ADMM なんですけれども、その垂直発射型ということで、航空機に置くにはすごいユニークなアイデアのミサイルだなと思ったんですけども、そういうデザインにされたのはやっぱりギミックとか関わってくると思うんですか？垂直発射型の VLS っていうものを、もしかしたらようやく、その世代のゲーム機で表現としてできるようになるかもしれない。ゲームのエフェクトではパーティクルと呼ばれる、煙の、ビジュアルエフェクトっていうのがあるんですけれども、それらが、たくさん発生できるようになってより滑らかな表現ができるようになったということもあって、現実的にはないかもしれないけれども、垂直発射して水平に広がっていくミサイルっていうのも、ビジュアルとして新しいんじゃないかということで、そんな設定にしてみました。そうなんですね。竹内さん、このお話を伺ってどうですか？見栄えはすごくしますよね。僕もそういうパン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 っていう感じの、あれに憧れていたんですけど、ただこれ発射した時の反動とかってどうやって抑えてるのかなとか、確かにちょっと気になるところですよね。あえてこうする必要はなかったと思うんですが、ただゲームのビジュアル上これが効果的っていうのはすごいわかります。ガスで打ち出してその後にモーターに点火して飛翔するのかもしれないですけど、そこをやってない場合、じゃあその排気源とかどこから出てくるのかなっていうところとか、解決しなければいけない課題はすごくいっぱいあるのかなとは思いますね。UAV45 って無人機も一緒に運用ができるというところで、ちょっとびっくりしたんですけれども、こちらのお話ちょっと伺わせていただいてもいいですか？はい、エースコンバット6ではですね、ライバル機の機体のみ複数運用できる小型の UAV っていうのがありました。で、開発当時ですね、クラウドシューティングという概念が出始めてきたことが思い出されます。有人機無人機問わず、他の機体が得たデータを使って、今までのその戦闘機って、自分のセンサーで捉えたターゲットにしか攻撃できなかったんですが、誰が取得した情報であってもそれを使って攻撃できるっていうのが、クラウドシューティングのなんていうんですか、最大の利点というか、そういう解釈で捉えていただければいいんじゃないのかなと。鈴井さんにも質問なんですけど、クラウドシューティングって現実的に今運用されていることってあるんでしょうか？空のアセットだけでのクラウドシューティングというのはまだ構想段階で、防衛省なんかも今ちょうど新しい戦闘機の開発のために研究されているところなんですけれども、例えば艦艇なんかですと今アメリカが共同光線能力っていう言い方で通信インフラを拡充させて、例えばイージス艦がミサイルを撃つために早期警戒機を利用してその情報を得てまたミサイルでターゲティングをするっていうものはもう実用化されていますので、全く無理という話ではないと思うんですね。ただやっぱりパイロットがこの戦闘機とかですと1人乗ってそのいろんな情報をさばいていきながらやるっていうところでいくともっとこうなんですか、技術的な革新というのはますます必要にはなってくるかなとは思います。初めて見た時にすごい先行ってんなと思ったんですよね。この CFA44、今後の多分その戦闘機っておそらくそのコントロールというかデータリンクのハブであったりとか、そういう役割をしていくのが主流になっていくので、これすごく先進的なアイディアだなと思いましたし、多分こういう戦闘機、実際に何機もぶら下げて自分で行くかどうかは分かんないですけど、こういう戦闘機の戦い方っていうのは多分今後の主流というか、
トレンドにはなるのかなと思います。じゃあこの飛行機 CFA44 って名前なんですけど、今までのこの動画に出てきたシリーズなんとか01とか多かったんですけど、今回44なんですけども、このネーミングの由来って何なんですか？キャリアの C に、ファイターでアタッカーという、形式番号の意味なんですけれども、44は、私の世代の方は、よくわかると思うんですけれども、44マグナムと呼ばれる、いろんな映画とかで使われた、強力なパワーを持っている拳銃なんですけども、これが背中に配置されているウェポンベイから、レールガンがスッと2つ出てきて、連射するようなイメージにぴったりなんじゃないかなということで、じゃあこの二丁拳銃のような、このフォルムはまさにそこからということですかね。そうですね。でアーティストの、意見の中で面白い、逸話として44マグナム話がありました。ありました。まさかマグナムから来てると思ってそうです。びっくりしましたね。ノスフェラトゥなんですけどいかがですか？二丁拳銃はないだろうと。あと44マグナムは二丁拳銃で撃ったら多分肩抜けるのでそこはちょっときついかなと思いますが、ただこのデルタ翼のデザインも今のある程度ステルス重視したデルタ翼の飛行機ってちょっとこんな感じになりそうなので、もしかすると今イギリスイタリアと言ってる G キャップってやつも、ここまでじゃないかもしれないですけど、ややこういう感じのデザインになっても不思議ではないなと。そこのなんていうんですか、先取り感っていうのは大好きです。そうしましたら竹内さん、この CFA44 ノスフェラトゥ、ありやなしや判定お願いいたします。これ意外に思われるかもしれませんけど、ADMM と44マグナムを除けば割とこれ実用的な戦闘機っぽいなと。だからなるほど、レールガンとかそういうVS みたいなものがいつ乗るのかは分かんないですけど、ただこの無人機と共同して本当に要は自分の生存性を上げたりとか、戦闘優位に進めるみたいなコンセプトとか、あとデザインがすごく好きっていう、僕が単に好きっていう。ありがとうございます。割と戦闘機っていっぱいあるじゃないですか、今の現用の。で実際に、1機タダでくれてやるから、なんかお前にやるよって言われたら、脱走ラファールを選ぶんですよ。そうなんですね。ただ本当に戦場に行けって言われたら F35 を選ぶんですけどそのデザインの好きさ加減もあって、あとやっぱりこれからの戦闘機って、本当に無人機との共同っていうのが、どこまでのレベルに行くかどうかは別として、必須になると思うので、そこはすごく先見の明がなと思いましたし、ある意味実用化にもう片足踏み込んでるものでもあるのかなと。そこの意味でのもう丸ですよね。ありがとうございます。そうですね。今までと違ってすごいベタ褒めでしたね。丸いただきましたがいかがでしたか？おそらくですね、このラファールとかユーロファイターに似たデューレーサとか、あとは X31 に見られるような3次元ベクターとノズルとか、竹内さんが好きなものが合わさっていたので、多分これ僕の大好物です。今回、CFA44 について、お二人にお話をいただきました。皆さんはどうお考えでしょうか？次回はですね、ASFX と呼ばれる、アニメーション監督川森昌司さんがデザインされた、架空機について、お話をいただきたいと思っています。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。